こんにちは、宮本純子です。今日は私が獣医になるという夢に破れ、20代の時に人生に迷っていた時に、どのように立ち直り、人助けをしたいという人生の目標を定めたかについて話します。私は子供の頃から生き物が大好きで、夢は獣医さんになることでした。両親は女の子なのだから地元で就職して結婚すればいいと商業高校に行くように言っていましたが、私は両親を押し切って松江北高校に入り、大阪府立大学の獣医学科に入りました。しかし現実は厳しく、獣医になるための勉強は大変厳しく辛いものでした。専門用語だらけの生理学や病理学、生化学といった医学系の学科に加えて、たくさんの実験や実習をこなさなければなりませんでした。獣医の勉強はもしかしたら人間のお医者さんより大変かもしれません。というのは、解剖学一つでも動物によって骨の数や歯の数が違い、肋骨は人が12対、馬が18対、犬が13対というように動物ごとに覚えなければなりません。特に大変だったのは解剖実習で、犬から始まって豚や牛、馬を屠殺して解剖するのですが、早くしないと死体が腐るので、1回の解剖実習で朝9時から夜8時まで3日間連続で解剖実習室で立ちながら勉強をします。私は子供の頃から血を見るのは割合平気だったので、自分は大丈夫だろうと思っていたのですが、さすがに長時間血や内臓を見ていると気持ちが悪くなりました。4年生になって研究室に入ると、実験用ラットの世話をすることになりました。ラットを繁殖させるのですが、不要なラットの子供は殺処分しなければなりませんでした。先輩からやり方を教えてもらいましたが、私はやりたくなくて学校に行かなくなりました。動物の命を助けたいと思って獣医を目指しましたが、現実にはたくさんの命を犠牲にしなければ獣医にはなれなかったのです。私は留年した1年間は下宿でだらだらテレビを見て過ごしていました。元は明るい性格でしたが、別人のように陰気で笑いもせず人を避けるようになりました。母はそんな私を立ち直らせようと、私を休学させ、母の信仰している天理教の修養科という寄宿舎付きの学校に連れて行きました。しかし人間は一旦どん底に落ちるとなかなか抜け出せないものです。修養科で人間の体は神から借りたもので、心だけが自分の思いのままになるから、心を磨かなければならない。人助けをすることで皆が陽気に暮らせる地上の天国を作るという理念について学びました。しかし私は母が言うから仕方なしに収容館に行っただけで、きちんと教えの意味を分かっていませんでした。今思うと当時の私は余裕がなく、自分の心配ばかりで、神様が自分に与えてくださっているものに感謝して満足するどころか、自分の将来を悲観してくよくよしてばかりいました。人を助けるどころか、自分がいつも人に何かしてもらうことばかり求めていました。その後大学を中退して松江に帰ったのですが、自分に余裕がなく、人間関係がうまくいかなくて、短いアルバイトを転々としました。父も母も我が子がうまくいっていないので、毎日ため息ばかりついていました。まさに私は両親のお荷物と言ってもいい状況でした。その時私がしみじみ思ったのは、たとえ人に利用されてもいいから人に必要とされる人になりたい、世の中の役に立つ人間になりたいということでした。この時人助けについての教えがじわじわと私に染みていきました。天理教ではヒノキ神といって善行やボランティア活動をするよう推奨されていて、通常公衆トイレの掃除や公共の場の草取りなどをします。私は掃除が苦手ですので、公衆トイレの掃除は長続きしそうもありませんでした。私は自分のできること、続けられることからヒノキ神をすることにしました。そしてそれから私は人に惜しみなく情報をあげること、観光ガイドをして人を楽しませてあげること、人のまとめ役をしてお世話をすることといったことに取り組むことになります。
私の最初の結婚では中国に留学経験のあるハリキュー市の人と結婚しました。この最初の夫は中国医学書の翻訳もしていて、鍼灸の技術の高い人でした。ぎっくり腰は1回、腰痛は3回くらいで治してしまうので、あまり儲からなくて裕福ではありませんでしたが、患者さんにはとても喜ばれていました。そんな中でせっかく高い技術があるのに、毎日夫が早く死ぬことがあったら、その技術は永遠に失われてしまうと思い、鍼灸技術をホームページで公開するように夫に勧め、私がホームページを作りました。鍼灸学校の学生さんたちがこのホームページを見て、元夫の鍼灸院にやってきて研修し、のれん分けをして北京堂という名前で全国に開業していきました。現在、北京堂式の治療方式の治療院は全国に30店舗くらいあります。ここまで言うとサクセスストーリーのように聞こえるのですが、現実はそんなに甘くなく、私自身は夫と喧嘩して離婚しました。ただ私自身も夫の仕事を手伝う傍ら、中国語と英語の医学翻訳に従事して、中国語、英語、日本語の3カ国語の医学用語集や統計用語集をホームページに公開しました。当時、中国語医学翻訳の黎明期でしたので、まだきちんとした辞書がなく、結構人に喜ばれたみたいで、製薬会社や化粧品会社からホームページを通じて仕事を頼まれたりしました。離婚後15年くらい在宅の仕事をして少人数の人としか会わない生活が続きましたが、最近の5年くらいは地元松江で自分の仲間を作ることを目標にして外に出て人と付き合うようにしています。現在、外国人向けのボランティアガイドの会の会長をしたり、市民活動の支援組織の副会長をしたりして仲間がたくさんできました。かつて本で読んだ言葉で感銘を受けた言葉があります。正確に覚えてはいないのですが、こんな内容だったと思います。人に頼って寄りかかっていては人生が安定しないが、自らが人を助けて四方から人に寄りかかられれば、柱の四方に支柱があるのと同じで人生は安定する。私が自分のことばかり考えているとき、周りに人は寄ってきませんでしたが、自分が人を助ける気持ちを持ったとき、人に囲まれるようになりました。私は今、大勢の人に囲まれて幸せです。自分の紆余曲折のある人生を通して、私は情けは人のためならず、つまり人に情けをかけることは自分自身に良い報いをもたらすを実際に経験しました。日本は利他の精神の強い国ですので、そのような精神を世界に広げていきたいと心から思います。私の話は以上です。ご清聴ありがとうございました。